田中武彦さん、当時30歳。爆心地から 1.7km の東平塚町で被爆しました。田中さんは当時日本製鋼所広島製作所に勤務していました。会社の国民義勇隊幹部として鶴見橋付近の疎開家屋の撤去作業に当たっていました。日本製鋼所を昭和47年定年退職後、広島市内の大学で15年間教壇に立ちました。今は岡山市にお住まいです。5日の日はですね、ここで日の長い頃でしたから作業が5時頃に終わりまして、今のここの100メートル道路の元を作りました、その防火帯に相当する大きな空地を作るための家屋疎開ですね、その作業が31日から8月5日までが日本製鋼所の担当日でございます。日本製鋼所の国民義勇隊というものを編成してここへ来て、その作業が終わりまして、それまでの話によりますと、当時新炭の配給は年末まではないということが NHK 新聞社等からたびたび報道されましたので、夕方になると市民がこぞってここへ来て木切れを集めたりしておりましたけど、その頃の小さな車でございますからね、積める量が限られておるわけです。それで、それまでにこの川を使いましてね、いかだを組んだらそのままそっくり大量輸送ができるぞなんかいうことが伝わりまして、私もそれではそれを真似てやろうと思いまして、同僚と2人で古いいかだをここへ組みます。それを鶴見橋の橋のまだ木の橋でありましたんで、そこへつなぎまして、我が家の方に帰ったわけです。でその道潮を利用しまして、これを京橋川ずっと登りまして、円光川との分かれ目のところまでを道潮を利用して登ってやろうと。たらいい加減ころり引き潮を待って、今度は円光川に出れば当時の東洋工業の川口の方まで行けると。今申しますと、東洋大橋というのがかかっておるところに小さな漁港がありますので、ね、そこへつなげば、それから我が家までは何とかなるとこういうことでございます。はい、そういう施策をして、計画と施策をしてその日は帰りました。しかしその晩はですね、私の記憶では当時の国鉄の岩国の機関港を中心とした大爆撃がありました。長い間空襲警報が出ておりましたので、市民の多数は寝不足になった人が多かったと思います。私も同僚との約束があるもんですから、私は帝国に起きてその同僚を訪ねたんですけども、その同僚は夕べの空襲警報でろくに眠られてなかったから、今朝飯を食べてるところじゃっていうことですね。それでは私が先に行ってというので、自転車を踏んでこちらへ来まして、で友人のところにその自転車を預けて同僚が来るのを待ったと。それが5日の晩から6日の朝へかけての記憶でございますね。ここにお着きになったのは朝の何時頃ですか？8時ちょっと前に着きました。はい、それで間もなく同僚がやってきまして、その方はその家族の多いもんですから、もう少しせっかくのことだからもう少し材料を集めたいと。あんたいかだをバンしとってくれ、上でから木を拾ってくるというので、大きな古着を担いできて川へ投げてくれます。私がそれを待っとって、もうすでに前の日に組んでおりましたいかだの両脇にまたロープでくくりまして、そしたら同僚が「今度は田中さんも上上がって拾ってこないか」と「わしが今度はいかだの番をしてやるから」というようなことを言いますので、しかし私はまだ結婚して2年ぐらいでございましたし、子供まだおりませんなんだから、欲張ってそんなことをしない方がいいと。もう潮はどんどんと満ちてきますからね。
その潮との勝負じゃから私はやめたと、早くそれこそ出港しないと途中で引き潮になったらどうしようもないじゃないかというようなことで御座を、私は左利きなもんですから御座をこう漕いで、その阿久鶴見橋から100メートルぐらいのような記憶でございますけども、そこで強い、熱線を受けたわけです。それでその時に、それより前にですね会社で黄リン焼夷弾がもし、落ちた時はどうするかというのを陸軍が来て、日本製鋼所の構内で教育したことがあります。その時黄リン焼夷弾を受けたら文句なしに水をかぶるんだということを聞かされておりましたので、いきなり私はもう非常に非常ではありましたけど同僚をほっといて川の中へ飛び込んでます。それですから私は爆風は聞いておりません。で私はそれですからピカドンでなくてですねピカドブンなんだよそういうことで一度潜りましたけれどもわずか数秒であったと思いますから苦しくてどうにもなりませんからもう一度顔を上げたと。それから一度息を吸ってもう一度潜ったんですね。そしてもう2回目潜って顔を上げましたらどうにかなんか落ちたような感じをしまして、それからいかだに泳いで戻ったという状況ですね。いかだに戻った時のこの周りの様子、これはですねこちらの方いわゆる肘山線側の方には電車の架線は垂れ下がり、それから電車がもう一部脱線しまして少し向きを変えていました。それから向こうから飛び込んだらしいんですけれども若い女性が2人助けを求めて、で私がその川の途中で立ってみせたらまだ水潮がわずかな段階でしたが私の背も立つわけです。それでその大きな声で「そこは浅いんじゃないか」と「立ってみなさい」と言ってやったんですね。そしたらやっとこさ立ってみたらその女性2人も首のところまでやって、それからなんか安心して半分犬かきのような格好をして歩いたり泳いだりという格好でしたかね、やってきて、でこのいかだを通じて上げたということですね。それからしばらくしておりましたら引き潮になったわけです。そうしましたらもうこの上流からいろんなものが流れてまいります。爆風で吹っ飛んだ家のかけらとかね、その中で一番大きい、かけらと申しますのは2階屋根非常に軽量なバラックのような、屋根じゃなかったと思うんですけども、屋根ごと飛んだのがこれ流れてきだします。その屋根の上に木でも狂ったかのようになった血だらけの女性がおりまして、で2階で子供に乳を飲ませておったその子供が吹っ飛んで分からなくなったって言って泣き叫んでるわけですね。でそれをもうこれはそのまま行ったら宇品の方へ出てしまう思いましたからいかだを少し寄せまして、でこのいかだを仲介してこちら側の方に上げて助けてあげますが、合計若い女性2人とその、子供さんを亡くした女性と3人を助けましてから私はいかだからこっちへ上がったということでますけども、その流れてくるものというのは何が流れてくるかわからないような状況ですね。田中さんご自身の怪我、やけどですとか何か傷はどの程度だったんですか？これは先ほどちょっと申しましたが大きな麦わら帽子をかぶって半袖のシャツで私左利きなもんですから左手を帽子から出してこんな格好して川をすいておりましたので、この左の肘から手の甲にかけては軽いやけどをいたします。それからもういきなり飛び込んだので帽子はもう吹っ飛んで流れてしまいましたけれども非常に軽微でありましたので
ケロイド状況なんかにはならずに済みますね。それから間もなくこう見おりましたら、まずこちらの肘山側から朝の支度で使っておった火がポッポッとこう出だして火災が始まりだします。それからこちらを見ますと、もうあちらこちらにこう煙が出だします。これは川両側が火の海になったらこれはどうにもならん思いまして、これはもう早くいかだを放棄してでもこの丘へ上がらなきゃいかんと。でもう一人の同僚と早く上がろうじゃないかと。そうしましたら同僚はですね、いやもったいない、このいかだをお前流してしまう気かって言われるんです。ほんなら綱でおこうやというので、この辺の立派な住宅の庭にある松の木つがえたのを覚えていますね。この辺は立派な住宅街住宅街でこう庭のあるところでして、それでいかだはいずれまた落ち着いたら取りくりゃええじゃないかということに私も同意しましてね、丘に上がりました。それからこちらを見ましたら、もう全市がかなりの火の海になりだしましたので、もう逃げなきゃどうにもならない。その前にですね、この川で2回目の顔を上げた時に、この鶴見橋を異様な姿で神はサンバラ神に潜むのがどうにか分かるんです。100メートルぐらいですから。それからその異様な声を発しながらこの肘山に向けてもう橋いっぱいに走り出すのを見ておりますね。そういうのを見て、これは我々も早く山へ避難すればいいんじゃないかと。それからまた向金田駅の方角に私の家も同僚の家もありましたからね、今考えてみましたらそういうことを言っていいかどうか知りませんけれども、人間というのは秩序のある生活しておる時はいいけれども、無秩序動態になったら人間はかくも浅ましいものかなと思った一つ情景があります。これは血のみを抱えて座布団1枚を持って、走って逃げた婦人がですね、その肘山の山の平たいところでこの座布団をちょっと置いたんですね。それでそこへ子供を寝かそうとしたんです。ただその横からその座布団を取ろうとした人間がおりましたね。でその母親がものすごい剣幕でその人が混じって座布団を確保します。人間というのはこうなるもんかなと思いましたね。相手はもう昨日まで大やけどをして生きとったものでしたからね。そんなちょっと浅ましい光景も見たりもします。肘山を降りまして今の大津一丁目の方へ出た頃になって、やっと呉から海軍の怒りをつけたトラックが何台か来るようになりました。それまではそんな救援のトラックも全然見えないんです。みんな大やけどをしまして、でその姿というのはこの肘山の上でもそうですが、今度は段原から出て歩く姿というのはこれはどうにか歩ける人なんですね。それから重傷者はおそらく肘山の山の上で相当もう寝たきりになったんじゃないかと思いますが、海軍の救援トラックがやってくるところで上からこう手を持つんですね。そうしますとちょうどワイシャツあるいは他の衣類を探しに抜いたような格好でずるずるっとこう川が出るんですね。それから持ちごたえがしないわけです。上から救援しようとしますとその川がずるずるっと下げてしまう。それで川はちょうどこの服かワイシャツを着とるぐらいに川がもう広がっておりますし、指先は水鳥の水かきのようになって、でこうつけると痛いもんですからみんなこういう姿ですね。でそれをトラックへ引こずり上げてもらう時はちょうどシャツを探しに抜いたように、そしたらもうあとは鳥の身そっくりの肉がもう腕が出てしまう。でそういうのを多数見ながらですね、同僚とまだ2人とも軽い怪我とやけどで済んだもんですから走って向金田駅の方に向かったわけです。その頃ちょうど
雷が鳴り出します。だから今度はまだ今度は時限爆弾が炸裂するんじゃないか、急げいうようなことを言うて走る人がおるんですね。それからこの大津から向田の方には雨は降らなかったと記憶しておりますが、それから間もなく今の横川から小井の方には黒い雨が降ったんですね。大夕立がしたわけです。でその時に上に舞い上がっとる燃えたものが一度に雨にあってザーッと落ちた。それに放射能を含んだ雨が多数に降ったんじゃないかと思います。会社のやっぱり従業員で直接被爆してない、小井横川の方の従業員がその後会社を訪ねてきましてね、歯から血が出だした、それから髪の毛が抜け出したとこう抜いてみせるんですね。そういうのは後で聞いたら、あれはかわいそうに死んだよいうようなことですよね。それから放射線がこう飛び散ったという感じがよく分かったのは、やはり今の大津で自動車ディーラーなんかがたくさんあるところにまだハス池やブドウ畑がたくさんあります。道の両側にそのハスの葉にですね、それからどうですかね、今で言えば500円銀貨かぐらいな、もうハスの葉の青いのがパカッパカッとこう焼けた斑点がいっぱいあるんですね。これは完全にどうも放射線によってそのハスの葉が直にこう茶色になったようでした。ブドウの葉っぱもそうです。そういうのをキョロキョロ見ながらですね、向田の駅の方に向かったわけです。その道中で今度は今はもうほとんど工場らしいのが表通りにはありませんけれども、随分と陸海軍の協力工場といいますかね、当時の東洋工業さんや日本製鋼所、三菱造船さんあたりの協力工場の工場がたくさんありまして、そこらからいわゆる一斗ガンガンですね、一斗ガンガンにボロ切れを出してですね、大やけどをしておる人に塗ってあげますって言われます。これはやっぱり塩があるいは塩水がやけどにはいいという話と、やけどの後はすぐ油薬をつけるというのが、その当時の常識でございましたからね。これをもう全身やけどしておるんですからね、少々油をハゲで塗るじゃなんか状態じゃないんですよ。その一斗ガンガンからそのボロ切れをこうやって絞って、半絞りですよね、絞ってしまったらかえって痛いもんですから、半絞りでずーっと油が出るようなの体にこう塗ってやるんですね。それも市民の手で原爆の絵の中に私が書いております。そんなのがもう痛さをこらえて歯を食いしばってこう一人の塗ってやる。そんなのが辺がもうその時間からもう9時過ぎるようですかね。その頃になると工場があちこちらに一斗ガンガンに油を出してやけどを塗ってあげましょう、来なさい来なさいいうような、それでたくさん治療を受けておりましたね。それで当時の動員学徒というのは全部いわゆるどうやったらですか、戦闘帽といいますかね、この縁のある帽子をかぶっておりましたからね、男の子はその帽子のところまで髪が焼けとるわけ。ちょうど中国の人が丸い帽子をかぶっておるようなあんな格好の姿になっています。それで今度は学校名を書いたりした腕章をしておりましたからね、腕章のその学校名なりなんかその所属しておる、学級の名前なりがちょうど子供の時我々がいたずらで習字の絵の跡をレンズでたどってよくこう焼きましたね。あの通りです。ズバリこう何々体とかいうようなのがほとんどわかるぐらい、その腕章に黒い墨で描いたところがみんな焼けてあるんですね。白いところは残って、それから女学生あたりというのはやはり親御さんの古着を使ってほとんどもんぺ姿でしたから、どちらも黒地のものが多い。それから上のシェーラー服の上着だけは一部残っておっても、ズボンの方はもう焼け
ほとんど焼けてしまって、それが足にひっついておるというような格好ですね。もうどれもこれもで、女の子は全部今度は南方の現地人のような格好で、髪が縮れて焼けて上にこう逆立ちしておるですね。髪がまともにこうなってないんです。男の子はもちろん短く切っておりますからね、ここまでやけどですけど、女の子はお下げ髪、あるいはこここまでカットしたのは少なくてお下げ髪が多かったと思いますけど、それが一部焼けて一部はこう突っ立ったのがですね、髪がわーっと突っ立ってじりじりっと焼けとるもんですから、結構髪が硬くなっとったんでしょうね。お互いに毛がこう焼けてもつれておったんじゃないでしょうか。こうなった姿のもう女子ばっかりがこう肘山へ上がる広い道は走るいう格好でしたから、そこらが女子の髪のそういう逆立ち状態の人をたくさん見たということと、あるいは男子の生徒あたりはここまでやけどをしておるというのはやっぱり印象に強い非常に強烈な印象に残っておる一つであろうと思いますけれども、髪が逆立ちになったのもそうですけどね、生きておって人間にウジが湧くというのは、戦争ではそういうことは戦地ではあるということは聞いていましたけど、この戦争が行われてない15でそういうことがあろうとは思いません。これは会社の寮の設備の中で友達を訪ねて行ったらそういう姿になっている。